これはオリジナルのタグでもある。で、なんでこれもオリタグのオリタグです。オリタグのオリタグです。金星の竹内介です。金星の森田星です。いってきます。我々がね、当たり前にいつもこう喋ってて、竹井さんは特にこう専門用語を出して結構バーバーって喋るんですよ。そうですか。そう、竹井さんとも本当に無意識で、当たり前のこう用語として、私もまあ慣れてきちゃったんで、当たり前の用語としてファッションの用語って喋ってるものを、やっぱ全くその古着というか、ファッションに興味がないというか、知識がない人にとっては多分本当にそもそも何言ってるか全然わからないぐらいの感じっぽいので、そうですか。全然気づかなかったですね。しっかりその用語の説明とかをしていきたいなと。賢すぎる部分が出てしまったんですね。逆です。むしろ聞く側のこと考えてないってことなんですけど。タグ。タグはもういわゆるタグですね。タグです。タグがうんぬんとか言ってる時のタグは何ですかって話で。はい。まあ2種類ありまして。2種類基本的に。まずブランドタグ。メーカーの名前が書いてあるタグですね。これは基本的に首の後ろにあるタグものですね。はい。ブランドタグみたいなものです。で、もう一つは品質タグ。基本この脇の縫い目とかにもついてることが腰のあたりとかついてあるんですけど、ブランドタグと後ろとかここの方に書いてあるこの素材表記が書いてあるのがタグですね。はい。2枚タグみたいな。2枚タグ。2枚タグ。それはもともと既存するボディ、まあ T シャツなり、スウェットなり、パーカーなり、まあ T シャツが分かりやすいと思うんですけど、そこのブランドが、オリジナルでボディを作ってない場合に、もともと既存するボディを買って、そこにプリントをして、で、オリジナルですよって分からせるため、そこのオリジナルのタグを後付けしたものになりますね。ボディっていうのは、例えばフルーツオブザルームとかギルダンとか、T シャツのいわゆるボディメーカーです。この形というか、この布を作ってるメーカーがあるんです。そのメーカーが作ってる布のことをボディって言ってます。T シャツね。ボディもなんか当たり前に言ってるけど、確かにわかんないなと思って。そうか。いわゆるこの生地というかね、例えばこのエネルゲンのこの黒いこのスウェットのこれを出してる、これフルーツオブザルームなんですけど、フルーツオブザルームという生地にエネルゲンというプリントをしてエネルゲンのタグもついてたらそれが2枚タグになってるってことですね。そういうことです。これは多いですね、基本的に最近だと。古着だと結構古着はあんまりないかな。古着は逆にないか。最近だとシップスとかジャーナルスタンダードとかそういうところにセレクトで置いてある T シャツとかは多いかもしれないです。2枚タグがインディーズのブランドなのでボディまで作る余裕はないとかのところは結構2枚タグが主流になってる気がしますね。なるほど。ボディ自体、その T シャツ自体はやっぱり物がいいんで、だからわざわざそのオリジナルで物を作るよりはそっちを使った方がシルエットとかもみんな分かりやすいっていうのも多分あるんでしょうね。でタグだけ上からつけてっていうのは結構最近の流行りだと見ます。オリタグって何？オリタグはまあ俺が言ってるオリタグは2種類あって、オリジナルのタグっていうのと、折っている、そう織姫の織、これ分かりやすいけど、これアンダジアっていうメーカーのタグです。これはプリントタグになります。プリントタグっていうのはまあそのままこのタグにプリントされてるやつ、これがプリントタグ。でもこれはアンダジアのオリジナルのタグなんでオリタグって言います。これオリタグのプリントタグです。そうです。でこのカーミットのやつはまあ刺繍タグとも言うんだけど、こういう感じでもう織りでなされてるタグのことですね。これも織タグ、その織物のタグ。でこれはオリジナルのタグでもある。でなんでこれも織タグの織タグです。織タグの織タグです。さっきのは織タグのプリントタグで、これは織タグの織タグです。で何が違うかっていうと、刺繍タグはもうずっとこのまま残るよね。消えないもんね。消えない。色あせない。だからやっぱりこれ自体に価値があると思っていい。このタグでお酒飲めるぐらいのね。お酒、まずこれで一杯飲めますね。古いボディ多いですね。確かに。この刺繍タグっていうのは。私が好きなハードロックカフェの T シャツでも多いね。多いですね。あれもだから90年代前半とか多いんじゃない、基本的に。そう。チャンピオンとかよく言うと思うんですけど、刺繍タグってあの辺もだから多いですよね。確かに多いと思います。あの辺にやっぱり価値がある。その90年代以前に作られた、2000年代以前に作られたものっていうのはそこでまず推測ができる。まあもちろん2000年代以降にもブランドものが出してるものとかは刺繍タグが
あったりするけどね。けど、大体その2000年より前の90年代、80年代ぐらいの。大体90年代ぐらいが多かった。90年代あたりが、その、いわゆる、以前がね。刺繍タグ、折りタグが多いと。多かった。で、さっきの言った、このプリントタグになると、一発新しいというか、まあ、これは90年代前半になるんだけど、まあ、プリントタグもあります。で、これは切れば切るだけどんどんやっぱり薄くなっていくので、なので、品質が分からなかったりとか、タグが結局何のメーカーを使ってるのかが分かんなくなったりするので難しくなったりするのかな。あとはもう自分のそのプリントの質感だったりとか、あとボディの、感じとかで自分でも分からないといけないようになる。年代が判別しそう、年代が判別しやすくしにくくなる。しやすくもなるし、しにくくなるって感じです。まあでも大体プリントタグはまあ2000年代以降が多い多いと思うね、基本的に。でも90年代も全然ある。これも90年代ですけど、これは、ウィンターランドっていうメーカーのタグで、これもプリントタグになるし、ジャイアントとか分かりやすいんじゃないかな。あれとか刺繍タグになるしね。はい。そういう感じです。映画の T シャツとかで多いのかな、ジャイアントは。バンド T だね。バンド T か。バンド T が多いです、ジャイアントは。その中でレア度っていうか、重宝されてるもの。結構これだったらいいよねってされてるのは、まあ基本的にね、やっぱりその高い T シャツでも今もう基本的にはバンド T だと思うんだけど、バンド T に使われててこのタグがいいよねって言われたらやっぱジャイアントがやっぱり一発価値があるのかなっていうふうに。まあもちろんそれだけじゃないけど、分かりやすいのはジャイアントで、さっき見せたウィンターランド、がまあ主流かな。あと、まあ、もうちょっと年代が新しくなってくるとギルダンとか、アンビルとかになってくるイメージですね。でやっぱ高い T シャツはジャイアントのイメージ多いね。ジャイアントが多いね。あとあれがあるね。スクスタ。そうだ、スクリーンスターズ。スクリーンスターズも、価値が高いようなイメージがありますね。アニメ T とかでも多いね、スクリーンスターズは。ユーロのボディなのかな、ヨーロッパの。だからまあそのジャイアントのタグが高いとか、そのスクスターのタグが高いというより、その T シャツの価値が上がってるから結果的にジャイアントのタグが多いっていう。ああでもそうだね。ことですよね。そうだと思う。基本的に。あとヘインズ。ヘインズ。ヘインズも多いですよね。だから昔からあるボディメーカー、希少性があるっていうよりはどっちかというとその信頼度が高いと思うんだよね。それがだからジャイアント、ウィンターランド、スクリーンスターズ、ヘインズ、結構ボディとして使われることが多かったから、その辺がやっぱりそういう古着が好きな人たちの購買意欲をそそるんじゃないですかね。そういうイメージです。フルーツ・オブ・ザ・ルーム。フルーツ・オブ・ザ・ルームもそうだね。そうだね。その辺がやっぱり90年代からずっと結構信頼度が高くてみんないいっていうのが多いんじゃないですかね。いつしかもう何月だねなんてそんなこと言ってまた改めて飲みに行こうもいつしか忘れたどれ記憶もいつしかいつこへ何度も読んだあのページは口に